皆さんこんにちは。総裁カウンセラーのOKです。今日はあの世の話をしたいと思います。あの世って言ってもなんかよくわかんない昔の話じゃなくって、最近の若い人が描いてくれた絵をご説明したいと思います。私の知り合いの福祉施設のね、運営してる人がいるんですけれども、その人の施設に通所してくるパソコンが得意な作業をね、そこでしている若い人が描いてくれた絵で、ちょっと面白いんです。一昨年、その方とかとも一緒に作ったこういうワクワクを探してレッツお墓参りっていう本があるんですけど、これはお墓を大事にしている人は結構お金持ちになってるよっていうことを石屋さんたちがエピソードに基づいてまとめたもので、私もいくつか聞き書きをしてたりするんですけど、結構ね面白い本なんです。で、その本の裏表紙にですね、まさに今日ご説明しようと思っている絵が入ってます。はい。で、ちょっとこれ光っちゃったりするんで大丈夫かな。どうですかね。あの世はクラウドなんじゃないかっていう話なんです。面白いでしょう。お坊さんがこれを見てどう思うのかなってちょっと感想を聞いてみたいと思います。感想をぜひコメント欄に寄せていただけたらって思うんですけども、その方によるとですね、極楽浄土がクラウドって書いてありますね。こちらね、極楽浄土がクラウドなような気がすると。とすると、お寺は巨大なサーバーなんじゃないかと。この世の方からあの世にデータを送るためのサーバーですよね。そして、お葬式があると、私たちの体は焼けちゃって骨は収められてなくなっていくんですけれども、いずれ脆くなって量が減っちゃってね、何十年も何百年も経てば傘も減ってなくなっていくっていう感じですけど、じゃあ魂はどこへ行くかっていうとクラウドに行くんじゃないかっていう話なんです。面白いですよね。そしてそのデータ化されて魂はクラウドに保存されるんだけれども、そのデータを読むためにはお坊さんっていうシステムエンジニアにお願いをしてですね、そしてお経という名のプロトコルを読んでもらわないといけないっていうんですよ。面白い。じゃあ、お寺が巨大なサーバーだとすると、私たちが手を合わせているお仏壇の中のお位牌とか、あとはお墓に立っている墓石ですね。こういうものは何なのかっていうと、端末ですよね。すごいわかりやすくないですか、これ。で、お墓、昔からある先祖代々の重たい石のお墓がデスクトップだとすると、お位牌っていうのは手に持つこともできる大きさで、多分、スマホとかですよね。スマホね、すごい似てるんですよね、お位牌と。地方のお坊さんでね、ある時東京に久しぶりに出張に来ましたっていう方の講演を聞きに行ったら、いやなんか都会の人みんな電車に乗って、お位牌みたいなのをずーっと眺めてんですよね。電車の中でこうやってっておっしゃってたことがあるんですけど、そうですね。だからお位牌がスマホだとすると、そのお位牌が何本も並んで繰り出し位牌みたいになってるのがタブレットぐらいだったりするのかなとかいろいろ考えて、そして法事っていうのがですね、定期メンテナンスなんだそうですよ。すごい当てはまってますよね。だから定期メンテナンスだからしないといけない。こう言われてみると、お坊さんに聞いて、この方全然お坊さんじゃないですよ。普通の IT 得意な、若い人なんですけど、この説明を聞いたら、何回忌法要っていうのね、今最近も3回忌とか7回忌でやめちゃう人がほとんどみたいですけれども、やった方がいいんだなっていう説明を、どんなお坊さんの説明よりも分かりやすくできていると思いましたので、ほんの小ネタなんですけれども、ご紹介させていただきました。で、私、総裁カウンセラーって名乗ってますけど、この総裁カウンセラーの資格を取るときには、日本古来からのあの世観っていうのを習ってまして、日本人っていうのはあの世とこの世が何回か繰り返されてって言っているようなもので、それをもう文化人類学者や民族学者の方が何人もの方が図解しているので、多分全国津々浦々その表裏っ
っていう信仰はあるんだと思うんですけどね。だからお通夜って夜にやるんですよ。あの世の朝に送ってあげなきゃいけないから。というわけでね、最近一日葬とかワンデー葬っていうんですか、ああいうので時間めちゃくちゃですよね。お通夜なのに午前中にやって午後告別式でいいじゃないかみたいになってますけど、どうなのかなって総裁カウンセラー的にはちょっと思っちゃったりするところです。あんまり固いことは言わず。はい、またこれからもこんな小ネタがあったらお話ししたいと思います。それではまた次の動画も乞うご期待。